そこに対してやっぱ3年はまずやろうって言いたい。でもこれがその人の知識、経験で積み上がっていっていろんなものが見えるわけ。向き不向きって俺には辞書ないな、使わないな。こんにちは。このチャンネルでは今の時代に通用する組織づくり、育成術など役に立つ内容をお話ししています。ぜひチャンネル登録をお願いいたします。今日のテーマは何ですか？今日はちょっとテーマというか率直に質問がありまして来たんですけど、野地社長は仕事に向き不向きはあると思いますか？なるほど。ない。厳密に言うと、向き不向きという解釈というか表現がちょっと俺の辞書にはないな。そうですよね。得意不得意っていうのはあるんだけど、向いてる向いてないって言われると、向いてないってイコールなんかもうやめた方がいいよとか、向いてないからやめようとか、なんかそういうのに持ってきがちじゃん。そういうものではないんだよね。だから不得意なものでもじゃあすぐやめるって選択しますかっていうことはないんですよ。だからそういったことは僕の辞書の中には向き不向きって言葉をむしろ使わない、考えないようにしてる。結構時間軸的には短期なものであって、不向きだって考えた時に不向きだからっていうネガティブな思考と選択になってるばっかだから、得意でない不得意っていう意味で捉えてるんだよね。だからまあその通りだから、向き不向きじゃなくて得意か不得意かみたいな解釈を全部やってるんで、向き不向きって俺には辞書ないな、使わないな。入社してくれたメンバーで、アルバイトの時には、楽しいと思っていた。おそらくその責任感っていうところで、ただ入社してからこの仕事は僕に向いてないんじゃないかと、最近悩んでる子がいたので、どう声かけたらいいかなと思いまして。さっきも言ったんだけど、何をもって向いてないって言ってんのっていつも思うの。明確なもの何にもなくないみたいな。見えてない自分のモチベーションとかテンション、やる気みたいなもので全部向いてる向いてないってみんな言うんだよね。俺が見てきたのが全部そうだったの。何をもってじゃあ向いてるって言ってるんですかって言った時も、自分今楽しいんでとか、この仕事って嬉しいんでとか、自分この仕事向いてないんですよねって言われても、何をもって向いてないって、いやちょっと仕事に対してテンション上がんないんですよみたいな。何言ってんだこいつらと思ってずっと思ってたの。事実がそこに何もないんだよね。だからさっきも言ったように得意不得意って結果を持ってこれは結果が出せるから、それはだから結果目標もそうだし、行動目標もそうだし、行動量もそうだし、じゃあ人が1時間で10枚作るものをこれ僕は1時間20枚作れるんですよと。こういう作業得意なのかな。一般的にはこれが向いてるのかもしれないね。そういう結果を持って言った。不得意だとかっていうのは、例えば自分はこれをやるのに60分かかったのに、普通の人だいたい45分でやってるみたいな。どういう見ても俺45分なんねんだよな、みたいな。自分にとってはだから苦手とか弱みなだけだなって解釈するんだよね。それを一般的には不向きって言うかもしれない。でも俺は決めつけてないんだよ。それは現時点で得意の結果を見て不得意だったっていうだけの話。これは改善できると思ってるから。向いてる向いてないって言うとなんか決めつけになっちゃうじゃん。だからまとめると、使われ方がだいたい事実がないことと決めつける感じがの解釈なんで、みんな使い方が。だから向き不向きっていうのが辞書にないんだよね。だから逆にその今の話も、何をもって向いてないって言ってんの、それお前のテンションだけじゃんのみたいな。だってまさにそうだね。アルバイトの時にはやりがいがあって、社員になってからは俺この仕事向いてないかもって、やってる仕事変わってねえじゃんみたいな。強いて言うならば雇用形態変わっただけなんだよ。うちの場合雇用形態が変わったからって言って、別に会社としては出勤日数が変わりが出るとか、給料が高くなるとか、そういうことはあるかもしれないけど、正直あんまり変わんないの。やってることは変わんなくない？変わんないですね。なんでそう思ったのみたいな話でしょ。って考えていくと意味わからんってならない。求められてるものだけですからね。だからなんかその向き不向きを都合のいい言い訳に使われることが多いなと思って、何をもって言ってんのか全くわかんないから、感情的なものでしかないから、だとしたらテンションとかモチベーションの話なんじゃないのっていつも思うね。確かに。そしたらさっきおっしゃっていただいた得意なこと、不得意なこと、不得意なことはやっぱりなくしていった方がいいんですか？こ
くしていくってどういうこ得意なことは得意なことでありつつ、不得意なことをなくした方が、得意なことだけになるので、すごい強い人間になるんじゃないかなと思ったんですけど。不得意なことをなくしていくイコール、不得意なことをできるようにする。普通にするとか得意にするって話じゃないですか。はい。ここは確かに時間がかかるんで、時間とストレスがかかるんで、だったら、いいところを、得意なところを伸ばす方が、要は長所を伸ばす。短所を克服するよりも長所を伸ばす。まあ確かに理にかなっていて、得意なことを伸ばした方がいいと思いますと。でも、不得意な部分をなくした方がいいかに関しては、必要だったらなくした方がいいと思うし、不得意っていうことを解除した方がいいと思うし、そんなに重要じゃなかったら、別にやんなくていいと思う。なくさなくてもいいと思う。ただ理解しておくことは必要だよね。ありがとうございます。得意なところを、伸ばす方が本人のモチベーションにもつながると思うので、たくさん伸ばしていきます。仕事の不向きってさっき言った通り、何も根拠が薄くって感情的なもので、決めつけみたいになるじゃん。僕からすると言い訳言葉に使い方が多いって言ったんだけど、何言ってるかっていうと、うまくいかないこと、やりたくないこと、テンション上がんないこと、これ不向きみたいに例えるわけじゃん。でもそれって、なんだろうな、時には必要だと思うんだよね。時間軸短くいくんだったら、なるべく弾いた方がいいよね。でも長期で見たときには、そこを向き合うことも必要だ。例えば自分プライベートでいたら、大体の人が自分のコンフォートゾーン、自分が落ち着けるゾーンで全部済まそうとするんだよね。だけど、俺はこう思うのは仕事だから、逆に自分のコンフォートゾーンの外に出て、やらなきゃいけないこともそうだし、要はとにかくだから、プライベートだと絶対やらないことを仕事でいっぱいあるわけじゃん。仕事だから。はい。でもこれが、その人の知識、経験で積み上がっていって、いろんなものを見えるわけだよ。だから、不向きって言って決めつけてやらないって決めつけちゃうと、自分のコンフォートゾーンが出ませんみたいな話になるわけ。これは、長い時間軸を考えたときに、決めつけよくないよと思うんだよね。だ動物園の檻の中しか知らない動物みたいになっちゃうじゃん、みたいな。その動物園なくなったらあんたどうすんのみたいな。生きていけるみたいな。って感じなんで、多分、その解釈とかどのこの置いといて、一般的な使われ方、少なくとも僕が経験してきた使われ方だったら、もう言葉消しちゃった方がいいのね。コミュニケーションが苦手だから、自分には営業が不向きなんだよって言ってたら、なるほど、じゃあ人生一生コミュニケーション誰とも取らなくていいんだと。いや、いいんですっていう人いるのたまに。いや、でもさ、仮に結婚してさ、とかさ、最低限コミュニケーション取らない人って絶対いるじゃん。一人じゃ生きていけないもん。だからコミュニケーション絶対使うんだよ。でも苦手だからって全部避け続けたら、そもそも生きていけませんけど、生きてたとしても、孤独死ですね、みたいな。死んでたのも気づかれないかもしれないみたいな。やだよ、そんなの。それでいいんだったらいいんじゃないっていうの。そんなことさ、いいわけないじゃん、大体の人が。望んでないでしょ、別に。っていう理論ね。確かに。大事ですね。向き不向きというよりは、向いてる仕事を探すために、いろんなことを任せていった方がいいんでしょうか。今、しっかりとできるようになった仕事を一生やらせるのではなくて、他にもできる仕事を増やすために、いろんな仕事を任せていった方が。別にそれはダメともいいとも言わないんだけど、経験とか知識を積むのはいいことなんだけど、自分に向いてないんじゃないかと思って辞めてる人は、結局繰り返しますよ。うちほら若い子多いから、若い人はまだそれでもまだ働く先あるし、別にそんなに影響ないから、そこまで考えずにポンポンやっちゃう人もいるけど、これ結構30、40になってそれやったら結構痛いから、さっきも言ったように、その、向いてないからってやめちゃう。向いてないイコールやめるは、短期時間軸ではストレスたまんないけど、長期時間軸で見たら、キャリア形成的にやばいよね。そういう人は必ずどの仕事行っても大体向いてない局面に当たることになるから。だって、何の仕事したら僕は頑張れるってみんな言うけど、嘘だよ、嘘。何じゃないよ。だって花が好きで、花屋さんで働いてたら私はやりがいがあって、花屋さんが向いてると思います。花の種類よく知ってるしって言うじゃない？例えばだよ。はい、花屋さん就職しました。最初は私この仕事転職で向いてるってなるじゃないですか。でも、大体こうなるんですよ。
そんなに花が好きでプレイヤーとして結果出してるんだったら、あなたのその知識とか、あなたみたいな人を雇いたいか、あなたみたいな人が後輩教育してよ、みたいな。教育っていう仕事になってるわけだよ。もっと行き過ぎた人事みたいな話なんでしょ。花屋関係ねえじゃん、みたいな話なんだよ。そしたら人事が嫌だって辞めるんですかって話。次の花屋行っても多分同じことなんだね。じゃあ自分でやるわ！自分でやったとしたら今度やる仕事はお金の管理と人の管理でしょ。だから何で選ぶと必ずどっかで壁にぶつかるから、その度に不向きだからって辞めてたら、ずっと転職繰り返すことになるじゃん。そのうち年取ってそんな経歴の人誰も雇わなくなっちゃうよ。だから私は不向きです、この仕事。だから辞めます。その経験積ましちゃいけないと僕は思うんですよ。だから1回は頑張った方がいいんじゃないと。というのと、あと俺は3年はやった方がいいと思うよ。石の上にも3年ってことあるでしょ。あれ本当にその通りだなと思うんだけど、究極言ったらさ、みんな最初できないに決まってんだよ。だってそうじゃん。今からスポーツゼロからやろうっつったらさ、最初から試合でゴール決められるわけないじゃん。サッカーとかね。練習してからね、できるようになるでしょ。仕事も一緒だから、練習してからできるようになるんだから。それのやっぱり一定が、ほんとことわざよく言ったものだと思うけど、3年ぐらいはいい時も悪い時も、一定経験積んで、多分それなりに一人前になるんですよ。10年は言わないけど、3年はやった方がいいよね。そしたら本当に自分がこの仕事が得意なのか不得意なのか、何のことが得意なのか不得意なのか。で、もっと分かりますよ、ちゃんと。で、意外に最初に苦手だと思ったことが得意だったりすることよくある。だから3年やった方がいいね。で3年経ってもやっぱり、この仕事しててもそうだし、この仕事においていろんなパターンもあるわけじゃん。やってみた中で、細かいことを分解してこれが得意、これが不得意とかって中で、ちょっとどうしても他を経験したいとか、合わないって言うんだったら、やめてもしょうがないかなと思うけど、やっぱ人生経験がまだない、そんなに若い子の時、自分もそうだし、もう Z 世代とかショート関係なく、僕が生きてきて働いてきた中で周り見てると、やっぱ若い年代は、向いてる向いてないとかって言葉を使って、短期間で辞めちゃう人が多いから、そこに対してやっぱ3年はまずやろうって言ったよね。会社のいい悪いも仕事のいい悪いも、得意不得意細かいところもやっぱりね、そのぐらいやんないと本質は出てこないんですよね。3年ぐらいやったら酸いも甘いもある程度一定経験してると思うから、本当にやったらいいんだったらやめてもいいんだよなみたいな。っていうのが僕の考えだから。不向きイコールやめようみたいなのはもう絶対持っちゃいけないよねって俺は思ってる。得意不得意を理解することは大事。それを結果とかエビデンスもちゃんと持って、とにかく言いたいことだから不向きだからといってすぐやめるとかすぐ諦めるとか、いや、それはダメよと。本当に何回も言うけど、初めは不向きに感じても不得意だと思っても、経験積むうちに楽しさとかやりがい見つけられることがあるから、その中で理解した上で強みを生かす方向にシフトすればいいだけだよね。仕事って言っても引っ越しの仕事ですって、引っ越しの仕事っても中身いろいろあるわけじゃん。ね、いろんな引っ越しもあるし、いろんな職種もあるし、いろんな場面があるわけだよね。体動かすの苦手な引っ越しは無理ですよって。いや、ぶっちゃけ営業もありますし、社内の内勤仕事もいっぱいありますよと。引っ越し会社って管理部門も経理もありますよみたいな話じゃん。だからやっぱり一時的な感情で判断しちゃいけないし、向き不向きっていうのを、僕は言葉すら使わない方がいいと思いますけど、固定的に考えない方がいいよね。だからあとは好きとか得意は全く別物だから、勘違いさせやすいんだよ。好きイコール得意とかね。やりたいことイコール得意とかって勘違いしやすいじゃん。でもこれは単純に、得意だから結果が出て、褒められて、認められて、評価されて、これがやりたいことなのに錯覚もするわけよ。人間の感情って結構そういう風にやっぱなったりするから、冷静にやっぱ考えた方がいいよね。全部混同させちゃってはいけない。最後言うと、まとめみたいになるけど、基本的には、仕事の向き不向きどう向き合うかって言われたら、不向きだから、不得意だからってってすぐ諦めない。理解はした上で強みを生かす方向に行った方がいいね。僕のおすすめは向き不向きという言語辞書から消す。一時的なだから感情で判断しないようにとか、好きとか得意とかやりたいこととかは結局全部イコールじゃないんで、イコールにしてるとしたらそれは感情の問題だから、区別した方がいいと。基準としてはやっぱ3年はやんないと、本質的には分からないと思うから、あまりにも例外がない限りは、基本は3年はやった方がいいよね。3年以上やってジャッジすることはあるかもしれないと。転職みたいな文脈で言うとね。かな。でも最後に一番これだけ言いたいのは、大事なのは向き不向きよりも前向きですよ。確かに。向きで言うんだったら。っていうことでね、はい。終わりたいかなと思いますけど。はい
ありがとうございます。向き不向きより前向きっていう言葉をいただいて、もうおっしゃる通りだなと思ったので、自分自身前向きに頑張っていきたいと思います。ありがとうございます。皆様からいただくいいねやコメントはいつも見ていて励みになります。この動画が気に入った方は、ぜひいいね、またはコメントをください。よろしくお願いします。